こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は絶対体験したいお得すぎて美味しすぎる福岡博多グルメ旅を徹底紹介いたします。1回の旅行では全て食べ尽くせないほどの博多グルメを厳選して堪能してまいりました。今回紹介するどのお店に行ってもらっても間違いありません。本当は教えたくない厳選のお店をお得に使える方法もお伝えいたします。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。福岡県は古くから九州の産業の要として発展し、人口は約510万人。国の重要な機関が置かれていただけでなく、大陸との貿易が盛んで、その交流の中で独自の伝統や文化が育まれてきました。江戸時代には主に商業の中心地として繁栄し、明治から昭和にかけて北九州地域では石炭産業で日本の近代化とともに大きく成長。現在も経済や文化の中心地として発展進化を続けています。また福岡空港は博多駅から地下鉄で5分という近さで、世界でもトップクラスのアクセスの良さを誇ることからアジアの玄関口と呼ばれ、国内外ともに多くの観光客が訪れています。温暖な気候で自然も多く、玄界灘の海の幸や野菜果物などの農作物も豊富な福岡。その中でもグルメの宝庫として名高い博多は、ラーメンやもつ鍋、水炊き、焼き鳥、屋台グルメなど食の宝庫とも言われています。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということでね、私は今新神戸駅にいます。珍しくね、ちょっと新幹線を使って今日は福岡に行って飲み歩きしたいと思います。福岡の飲み歩きもねしてほしいって結構要望があったんですけど、なかなか実現できてなかったですが、やりたいと思います。もう一つね、目的があって、いつもお世話になってる、動画編集者の方に今日はご馳走しようと思っております。それでは行ってきます。でも博多に行けるんですけど、僕は桜に乗りたかったんで 9時33分の鹿児島中央行きの桜に乗ります。桜の方が乗り心地いいんですよね。この辺でちょっとメンバーシップ用の動画でも撮ろうかな。いや、今気づいたんですけど、新幹線で行くってことはもう飲めますね。飛行機で行っても飲めるんですけど、今日はレンタカーとかね借りないんで、もうとにかくグルメを今日は楽しむ旅にしたいと思いますので飲みます。ありがとうございます。いやー、人多いっすね。新幹線久しぶりやから、コロナ明けてから新幹線乗ってなかったかもしれないですね。あ、来た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 ー。桜に乗ってきます。桜です。うっすらとブルーがかかってるのがいいですね。いやー、保安検査とかないのがいいですね、新幹線は。しまった、メンバーシップ用の動画撮ってたらビール缶忘れてた。車内販売来るんかな。車内販売来たらビール買おう。しまった、なんでやねん。それだけは楽しみやろ。はい、今ね博多に着きました。結局車内販売なかったやんけ。ビール飲めんすやん。今からもう急いでランチ飲むぞ。いやー、でも電車楽っすね。いやー、マジで人多すぎっすね。もう最近島旅が続いてたからめっちゃ違和感ありますね。こんなに人がいるんですね。しかも今日日曜日ですからね、人がさらに多そう。サンタさんいるじゃないですか。多分ね、今日この動画が上がるのは12月24日になるはずなんで、ちょうどいいですね。素晴らしい。博多駅にぎわってますね。おそらくこの辺も
ライトアップするんでしょうね。これは編集が大変やな。モザイク処理めっちゃかけないといけない。楽天の拠点とかもあるんですね。福岡はこうビジネスの拠点として、選ばれた部分もありまして、ここの辺はね皆さんご存知の通りだと思うんですけど、いろんな会社の、本社だったりとか、支店がねこの福岡に結構あります。知ってる企業さんずらーっと並んでるような感じですね。で細かい歴史とかを言い出すとね、この動画がもう80時間ぐらい超えてしまうんで、言わないですけど、この福岡っていうのはいろいろとこう、事業転換してるというかね、近いところで言うと最初は石炭を取るみたいなところで発達してて、それがダメになったらまたこう違う事業に変えて、今はもう IT とかねそっち系の企業がかなりこう来てて、しかも場所的に海外とも交流がしやすい場所なんで、そういう海外との拠点としての位置づけでも作っていきたいということでね、すごい進化している街なんですよ。だからこそこうやって九州という場所にありながら人口500万人ですね、500万人以上いる規模感を誇っているということですね。凄まじいですよ。はい、今日はねこの ANA クラウンプラザ福岡の拠点に飲み歩きしたいと思います。ちょっとね荷物だけ置いていきたいと思います。ここが入り口でした。カフェの方に行くところでした。はい、それではね早速食べ歩き飲み歩き行きたいと思うんですけど、まず1軒目はですね、これ視聴者さんにおすすめいただいたアジフライセンターおむこさんという場所に行きたいと思います。 Google 評価 4.3 ということでね、素晴らしいですね。なんで福岡でねこうアジフライやねんって思うところあると思うんですけど、結構ねやっぱ福岡って実はですね魚系めちゃくちゃ素晴らしいんですよ。でこれなんでかっていうと、実は日本の中で、三大漁港みたいな感じで一番魚が美味しいと言われてる場所がその北陸だったりとかあるんですけど、その中にこの福岡の上ですねの場所も海流がこう交わるところで非常に魚が美味しいものが取れると。でしかもこの福岡で都会でありながらその漁港が近いっていうのもあったりとかで、福岡は瀬戸内海の魚もこう流通しやすいし、九州の魚も流通しやすくて、要は美味しいものが集まるんですね。玄界灘とかからのね魚が取れたりとかして、例えば壱岐とか対馬とか、魚が美味しくて、そこの人もその魚を、普通に食べるんですけど、やっぱいい魚、高く売れる魚っていうのはやっぱこう福岡の方に出てくるということなんですね。なので美味しいものがこう福岡に集まってるっていうのは、福岡に集まってる魚っていうのはすごい高度なレベルで魚を処理されてるんで、鮮度をめちゃくちゃ保ってるというところもいろんな要素が混じり合って福岡は魚もうまいということですね。さすがですね。そんなね魚のうまいアジフライですね、どれほどうまいのか楽しみです。モーリーの豆知識コーナーやってる間にもう着いたじゃないですか。めっちゃ近い。歩いて1分か2分ぐらいでしたね。さあ来ました、アジフライセンターおむこさん。なんか福岡大都会やのに急に昭和に帰ったかのような看板ですね。これです。アジフライセンターおむこさん、かつアジフライ定食1200円、なくなり次第終了。やば。しかも現金か、ここなくなり次第終了。やばいな。今もう12時半なんでなくなってるかも。ここで先に買うみたいですね。もうおむこさん定食にしました。そしてビールか。生でも食べられる極めて新鮮なアジだけを使用していますという。素晴らしい。やっぱレベルが高いですね。丁寧な下処理っていうのがね。厳選した衣と油で仕上げたアジフライがサクッとした食感とふわっとな口の中でほどける感覚が特徴ですと。僕の食レポはもうこれで決定やな。さあ来ました。いただきます。ずっと我慢してたからな。都会なんでね、やっぱ大声上げれないですね。楽しみやな。おむこさん定食来ました。刺身がついてるんですね。嬉しいな。なかなかのボリューム感でいい感じです。アジフライうまそう。うわ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 、ソースかけるとうまそう。ちょっといきなりもうアジからいただこう。
うわでもこれはすごいわ。やべえ。刺身、福岡で刺身どうなんですかね。タルタルソースで食べてみよう。味だけに味わい深いな。ザンさんとか言ってたから、もしかしたらもう味がなくなるのかもしれない。これご飯おかわりとは書いて、誰がご飯おかわりするのやろうと思ったけど、おかわりしちゃうな。これうますぎるわ。あとボリュームもすごい。アジの明太フライとかあるんや。これも食べたいけど、こんなん食べてたらもう今日胃袋持たないんでね、次の店行けないからちょっと今日は控えよう。醤油の方がうまいかも。ご飯のおかわりを変えてます。ここで食べてしまったら食べ歩きできない。ごちそうさまでした。いやーうまかったな。1軒目からこんなん、やっぱ福岡やばいっすね。ちょっと舐めてました。僕も結構島とかね行ってますから、どれほどのもんじゃいと思ったけど、うめえわ。半端ない。これ楽しみになってきたぞ。ちょっとほろ酔い気分でね。はい、今日夜はねとっておきのところで食べるので、あんまりねお腹を膨らましすぎてもまずいんで、ちょっとね博多駅のところを見て、なんかつまめるぐらいな感じでいけそうだったらつまもうかなと思います。いやーしかしバスの数が半端ないですね。バンバンバスが。福岡に住む人も車なしで生活はできるぐらい便利なんでしょうね。空港もねやっぱ10分で行けるんやったかな。めちゃくちゃ動線いいっすよね。僕の周りでも結構やっぱ福岡に移住したいみたいな人は多いですよ。さあ便利やがな。とはいえ車も多いな。なんかスイーツを食べたいと思ってね、ちょっと駅の中のなんかスイーツばっかり売ってそうな一品通りというところにやってまいりました。ここにいろいろと、有名店もあるんですけど、このスイーツドリームフェスティバルっていうところと行ってみたいなと思ってます。ここで、ここでしか買えないなんかケーキがあるみたいでね。15番やからこっちか。ここですね。花九博多駅限定。これちょっといただきましょう。こう鹿児島のやつなんか福岡のやつがいいな。はい、それではねこっちにしようと思います。梅がえ餅笠野屋1個もらっていいですか。はい、こんな感じですね。さあ買ったスイーツはホテルで食べたいと思います。はい、今日こちらの部屋になりますね。すみません、部屋間違えてました。なんでやねん。こっちも明るいですね。アップグレードされた。ここでした。はい、それでは部屋に入っていきました。ベーシックルームからスタンダードルームへアップグレードしていただきました。十分ですね。飲み歩きの拠点としてはもう十分。さすが ANA クラウンプラザホテルという感じでしょうか。安定ですね。やりすぎなくかといって不足もない。そして何より朝食がね楽しみなホテルでして、グルメ旅にはぴったりかなと思っております。はい、そしてちょっと小さめですけどテレビもありまして、電源もですね古い設備なんですけど、こうやって USB とコンセント増設みたいな形で対応してますね。その辺はさすがですね。そしてなんかリファーの方ね宣伝してるので、リファーと提携したんでしょうか。シャワーがリファーかもしれないですね。ちょっと確認します。そして、この辺はいつものね蒸気でホットアイマスクとか、ここにも入浴剤入ってるんですね。この辺は嬉しいですね。そして冷蔵庫あって、この中に入っている水は無料だというふうに伺っております。はい、そしてこの辺りグラスと紅茶とかお茶とかもありますし、ケトルとかグラスとかもありますね。この辺本当十分ですね。でこの中にクリーニングサービスのことだったりとか、パジャマもあります。はい、そしてセキュリティボックスもある。いや本当にね必要なものは全て揃ってる感じですね。仕事をここでするにも、飲み歩きの拠点としても全然いい。で晩酌をここでするのもこうやってソファーがあるんで全然できるかなと思います。そしてベッドも十分な広さで寝心地も良さそうです。お風呂もちゃんとバスタブがありまして、お湯をためることができます。そして洗面台はこんな感じになってますね。トイレもこんな感じ。
この辺は、超高級ホテルとか、そういった部類には入らないですけど、最低限の高級感と使用感を確保している ANA クラウンプラザさんの形かと思います。はい、シャワーがねリファーになってますね。はい、洗面台にあるハンドボディローションとハンドボディウォッシュですね。そしてこちらシャンプーとコンディショナー、こんな感じです。はい、そして洗面台には歯ブラシとかカミソリとか、これも必要最低限のもちゃんと取り揃えられてますね。素晴らしい。もちろんドライヤーもありますよ。そしてクローゼットもねあります。本当に何ものはないって感じですね。だからバルコニーだったりとか、本当に過剰なサービス、本当に泊まるのにここで過ごすのに必要なものは揃えられてるっていう感じですね。椅子も仕事しやすそう。そして何より ANA クラウンプラザさんは立地がいいですからね。ここも本当に駅から近くて飲み歩きするにはぴったりで、ビューはねビルのビューになっちゃいますけどいいですね。やめ茶っていう福岡県のねお茶が入ってましたね。これも飲もう。はい、それではね、さっき買ってきた、笠野屋のメガエモチいただきたいと思います。福岡のお茶、それと一緒にいただきたいと思います。こんな感じですね。ちょっと見た目はね、なんかお世辞にもめっちゃうまそうみたいな感じの見た目じゃないですけどね。むしろなんかちょっと間違えて踏んじゃったみたいな、普通のまんじゅう間違えてちょっとおばあちゃん踏んじゃったみたいな、そこ置いとったのねみたいなね、そういう感じの見た目に見えますが、果たしてどうなんでしょうか。いただきます。うまい。もうあんこないし、この餅もなんか絶妙っすね。どっかで食べたことがあるような感じなんですけど、このやっぱぺったんこになってることで餅のね硬さとかそのあたりが絶妙っすね。誰が考えてんこれ。いや本当におばあちゃんが間違えて踏んでそれを食べたら、あれ意外とこれいけるぞみたいな、なんかそういうところから来たんかもしれないですね。絶対嘘の情報なんで信じないけど、うまい。ただこれ1個で197キロカロリーあります。やばい。はい、それではね、時間が今5時半ですね。なりました。で6時からねちょっと今日の店を予約しておりまして、今回の旅の、僕のメインイベントと言ってもいいでしょう。いつもお世話になってる動画編集者の方とお会いして食事をねご馳走しようと思っております。肉です。肉1人14,800円のコースを今日は食べたいと思っております。いやー、それはねちょっとこの前にもねちょっと飲みに行こうかなと思ったりしたんですけど、やっぱここはねこんなメインイベントあるのにそれはもったいないだろうということでちょっと仕事してました。楽しみです。今から25分ぐらい歩くんですけど、歩いて腹を空かせたいと思います。さすが都会ですな。この辺りは中洲ですね。ギラギラしてますね。いやー、ほんと高級店とね、なんかちょっとあまり放送できないようなお店とかいろんなものがやっぱミックスされてますね。そして普通の人でも乗るバスもこうやってあって、都会って感じですね。お店もめっちゃ入ってる。ちょっと空きはありますけどね、でも埋まってる方なんじゃないですか。みんなここをバックに写真撮ってますね。すごい、なんか煙たいな。あれが屋台になるんかな。あれは単なるイベントか。屋台もねこの後行けたら行きたいなと思っておりまして、屋台もいろいろ調べてみるとね結構面白い歴史があるということで、そちらもね紹介させていただきたいと思いますね。なぜ福岡が屋台で有名になったのか、それにはねいろんなことが絡み合って福岡といえば屋台っていう風になったそうですね。結構歩くかなと思ったけど、なんか街並み眺めたりとかしたらあっという間でしたね。いやーすごいな。なんかちょっとディープな感じもありますね。こんなところに今日行くお店があるんでしょうか。でもなんかちょっと高そうなお店が増えてきましたね。やっぱここはその中洲のね川沿いなんで、その川の景色を眺めながら食べるみたいなところが多いんでしょうね。しゃれてるな。今日僕が行くところも、自分の中では過去最高レベルに贅沢させていただきます。いや、この辺は店どこもビル埋まってますね。やっぱ人気なんですね、この辺は。この辺りの駐車料金の値段は30分200円、最大料金10時間まで1400円と、やっぱり福岡ってその都会の割にはまだおとなしめというかね、決してその田舎に比べると高いですけど、ね、東京、大阪、名古屋とかに比べるとやっぱり安めですね。
ここや。これですね。鉄板焼き箸とフォーククリスマスコース2万円とかありますね。残念ながら動画を見てる頃にはもうこれはもう間に合いませんが、ありました。これです。箸とフォークね。箸の使い方が苦手な僕が行きます。さあ来ました。3階やったかな。階段で登ってきました。うわおしゃれですねこれね。ロゴがもうこれだけで箸とフォークを表現してる。素晴らしい。こういうデザイン好きっすね。はい、今回はこのね生きアワビと特選黒毛和牛のコースいただきます。14,800円、贅沢ですね。前菜3種盛り合わせと契約農家のグリーンサラダ、生きアワビ特選黒毛和牛ヒレと旬の焼き野菜、ガーリックライスと和物、季節のデザートにしと、これは満足すぎるだろう。和牛おかみのローストビーフになります。クリームジンジャーソースをかけてあります。右手がスモークサーモン、左手がエビのマリネとなっております。それではね、乾杯させていただきます。いただきます。うまい。やっぱビールを飲むのとはね、ちょっと違いますね。それではね、いただきます。いや、お箸でいただけるのがいいですね。ナイフとフォークだとなんかちょっと緊張するじゃないですか。サーモンからいただきます。これはうまいな。うまっ。なんか油とかもすごい絶妙やな。このソース一つ一つがね上品ですね。この肉もうまそう。さっきのアワビとかはどこのアワビとかになるんですかね。使ってるアワビが鹿の島で、鹿の島っていうのがあるんですか。九州のこの肉はこちらが宮崎の。九州はうまいものがね揃ってますね。鹿の島行ってみたいな。サラダいただきます。うまこのサラダ。つけがやっぱすごいな。食べれる花ですね。高級旅館とかね、東京ホテル行ったら出てきます。小ですね。こんな感じで出てくる。これはすごいですね。ただね、味が美味しいだけじゃなくて、やっぱこう演出でも見せるね。やっぱさすが。いただいてみます。匂いもすごいいい匂いがする。めっちゃうまい。ちょっとピリ辛なんですけど、牛肉のうまみが凝縮されてる。これはすごいわ。これでもご飯5杯いけるぐらいの、定食できるぐらいの味です。これがメインじゃないってどういうことやねん。寒い期間限定でこれが出てくるみたいですね。限定と言わず毎日飲みたいですね。の上でソースがやべえよな。これ
テンセビアンコですね。いや、これはすごいですね。アワビとかなかなか食べる機会ないですからね。いただきます。絶妙にバターも効いててうまいですね。コリコリやし、もうお酒のことを忘れるぐらいうまい。福岡にも天国があったんですね。素晴らしいですね。鹿の島のね、アワビ。鹿の県には行きましたけどね、鹿の島には行ってないですね。自家製のニンニクビーフ、玉ねぎのホイップソース、刻みわさびとなっております。それから焼き加減はどうしましょうか。ミディアムレアで。ミディアムレアです。ちょっと重めの赤が、イタリアン、先ほどとか白。ああ、いや重めの方で。はい。これは絶対うまいし、イタリアンで。わお、すごい色やな。これが宮崎の肉か。宮崎もうまいもんな。宮崎で行った鶏のお店も美味しかったな。ゲームレアです。食べる前からうまい。いや、もうそれってもういただきます。もうどっからどう食べていいやらね、わからないですけど絶対うまいやつですね。そうまず塩いただきます。いただきます。今気がついたら宮崎旅行してましたね。僕ちょっと目覚まそう。ワイン飲んで。ワインと合うな。しいたけもうまそう。しいたけ絶対超えれないね。この肉の壁をしいたけだけで超えようとしてる。それぐらいうまい。なんやこのしいたけ。このしいたけとかも九州のものですか。大分。あ、何しいたけ。あ、なんか聞いたことあるな。美味しい。下手な肉よりしいたけうまいぞ。至高ですね。わさびで。いや、動画編集もね、本当に僕も最終仕上げはしてますけど、僕だけじゃねこの動画は成り立たなくて、いつも、ね、お手伝いいただいてる動画編集者あってこそ成り立つんですよね。いつも動画編集ありがとうございます。これももしかしたらカットされるかもしれないですけどね、全てはもう動画編集者の手の内にありますからね。僕はね、その出てきたやつを最初に肉付けはするんですけど、カットされてたらもう気づかなかったりするんでね、こんだけ僕が熱く喋ってるけど
カットされてる可能性あるねです。ガーリックのいい匂いが。玉ねぎなんかもう料理チャンネルみたいになってますけどね。僕料理チャンネルもやってるんでね、料理の撮影には慣れてます。どこでこのドッキングするんでしょうか。ここできた。忘れんなよ。これ料理チャンネルちゃうで、料理チャンネルやから。うまそう。もううまい。まだいける。まだいい。バイキングと梅干しを使った肉水。薄い。蜂蜜や黒糖、洋梨のような甘い香りのするワインとなっております。ガーリックライスに合うものとしてオレンジワインとオランジュブリーっていうね、山梨の甲州のワインになってます。とは言ってもね、そのオレンジが使われてるわけではなくて、もちろんブドウが使われてるんですけども、それの製造の過程でオレンジ色に残ってるワインということですね。面白いですね。じゃあいただきます。ガーリックライス、うまそう。なるほど、こういう方向性でガーリックライス作るんや。めちゃくちゃ濃厚。肉水も合うし、全部上品な味。上品だけどなんかしっかりね、なんかパンチが効いてるっていう言い方が適切かわかんないですけど、結構ね主張もあって存在感あるって言ったらいいんですかね。オレンジワイン。合うな。すごいすっきりとしたワインっていう感じで、香り豊かなワインですよ。今ね、外国人が10人急に入ってきて、外国人からも人気なんですよ。どうやって探してるんですかね。まだモーリーチャンネル見てないはずじゃないな。バンバン来てます。外国人すごいですね。どうやって見つけてるんや。そうなんですね、僕のね動画も外国人に見られるように頑張らないとですね、日本の良さをね世界にねやっぱ広めていかないといけない。そういうお手伝いをしていきたいですね。僕が死ぬまでにやりたいことはそれです。日本の良さをまず日本の方に伝えて、そこから世界に広げていく、そういうことをやりたいですね。そのためにはただただね、なんかインスタ映えするようないいところだけ見せるんじゃなくて、いろいろねリアルを見せながら魅力を伝えていく、それをやりたい、ね、行って幻滅されたくないじゃないですか。だから行って間違いないところを紹介していく。なんとクルージングが30分後にあるから、それまでに食べ終わりたいと。そりゃ無理やで。それはさすがに吉野家ちゃうからな。吉野家じゃないと無理やわ。それはさすがに30分では無理ということで帰っていきましたね。僕も経営者なんでね、僕は本当はね10人のお客さん取りたいところですよ。でも無理なのはやっぱ無理ですね。僕も YouTube チャンネルをね月1万でサポートしてくれって言われたら、それは無理です。1週間で YouTube チャンネル大ヒットさせてくれって言ったら、それは無理です。そういう感覚ですね。デザート来ました。ティラミスと抹茶のわらび餅。もはや芸術やな。絶景スポットみたいになってるよ。3,300円ランチ、安いっすね。イタリアンのコースでやってる。あ、コースでやってるんですか。そうなんです。すごいな。3,300円でコースなんですか。コスパ最強で。ああ、そうなんですか。コスパ最強ランチ、ここやってます。ランチで行くのもいいですね。みんな大好きコスパ最強ですね。じゃあいただきます。うわ、これ何これ。結構重ためのスイーツかなと思ったらめっちゃふわふわ。うわ、みずみずしくて上品で、そして優しい味。ほら、インスタでバズっても予約取れなくなるわ。ランチは破格ですね。
わらび餅。コーヒーもついてきますんで。こんな個室もありますね。はい、さっきの高級店ですけども、ファストフォーク、実はこのお支払い、ダイナースクラブカードを使うと1人分無料になります。今回はね、そのダイナースクラブの PR ということで今回の旅が実現いたしました。なのでちょっと紹介させてください。ダイナースクラブカードの特典で1人分の料理の代金が無料。気になったと思います。そうなんです。ダイナースクラブに入会するとダイナースクラブエグゼクティブダイニングということでね、2人で食事に行った時の1人分の料金が無料になるんですよ。さらにね、6人以上のグループで行った場合は2人分が無料になるというね、すごい特典があって、これ実はですね、何回でも使えるんですよ。すごくないですか？普通なんか1回だけとかだと思うんですけども、何回も使えるんですよ。だからダイナースクラブカードを持ってれば、こっそりね、自分のお世話になった人とかに今日はプレゼントするよみたいなね、食事をおごるよみたいな感じなことができるということですね。これすごくないですか？そしてね、このダイナースクラブエグゼクティブダイニングというのはね、食べログの特設ページがあったりとか、非常に数多くの、レストランとか食事どころが対応しているというところもめちゃくちゃ魅力ですよね。いや、これ本当ね、うまく活用してほしいです。いや、まだまだ知らない人いっぱいいるんじゃないですか。僕も知らなかったです。今回ね、この案件で紹介させていただくことで、そんなサービスあるんですかみたいな感じで知ったぐらいで、いや、もうこれはね、ぜひ活用していただきたいなと思います。で、先ほど紹介させていただいた博多のね、箸とフォークさん、そこでももちろん使えますし、他にもいろいろ使えるところあるんで、もう自分がお住まいの地域の使えるところも探していただければと思います。概要欄にね、いろいろ詳細の方貼っておきますんで、ぜひ見ていただければと思います。これは持っとかないと損じゃないですか。このエグゼクティブダイニングだけでもめちゃくちゃ僕魅力的だと思うんですけど、他にもね、旅行するにおいて特典がありまして、僕はよくね、島旅とか行く時にプライオリティパスでボテジュっていうね、お好み焼きを関西国際空港とかで使ってると思うんですよ。これ各空港でいろいろ使えるんですけど、このボテジュもなんとプライオリティパスじゃなくて、このダイナースクラブカードを持ってるだけで使うことができるんですよ。あとラウンジとかもね、使えますし、これもね、詳細載せておきますんで、そういった意味でも旅行する人にはめちゃくちゃお得なカードになっております。あと国内クラブホテルズっていうね、サービスもやってて、これもね、ダイナースクラブのカードを持ってる方だけの特別な料金で泊まれたりとかするので、こちらも活用していただけるとめちゃくちゃカードをお得に使えるかなと思います。なので僕のチャンネルを見てくださってる方っていうのは、大人なね、大人旅を望んでるということで、誰かに大人として食事をプレゼントしたりとか、お得に旅を行ったりするには非常に検討すべきカードじゃないかなと思いますので、今回紹介させていただきました。ぜひご検討詳しくは概要欄へ。本当にね、お得じゃないですか、ね、こっそりと日頃の感謝の気持ちを込めてこういう料理をプレゼントする。そこにダイナースクラブカードをさっと使って、実は1人分無料だったって言ったらカッコつけれるじゃないですか。金曜日、今日日曜日やけどな。これがキャナルシティですね。はい、それではね、今もう11時過ぎてるんですけども、ちょっと仕事してましてね、一段落ついたので、ここからまだ飲みに行きたいと思います。福岡なんでね、夜遅くまで空いてる。しかもなんか今長浜の方で屋台やってるということなので、そこ行ってみたいと思います。ちょっとね、タクシーで行かないと厳しいかなと思うんで、タクシーを探したいと思います。はい、Go アプリでね、ちょっと呼んでます。タクシーをね、Go アプリ使ってますか？これで呼ぶともうクレジット決済もできますし、海外でいうとグラブと一緒ですね。まもなく到着しますということで来てますね。でこれ紹介でね、使うとお得みたいですよ。これ紹介、僕も2000円のクーポンがもらえるんですね。あなたにも2000円。紹介コードはこれですよ。これです、これです。あれあれあれ、やばいやばいやばい。これもうすぐ来ます。もう来てますね。多分あの辺にいます。でタクシーで深夜だと大体2000ちょっとぐらいかけて屋台の場所に行くって感じですね。ちょっとね、そこまで行って屋台で食うのどうなんって感じなんですけど、せっかくなんでね、見に行きましょう。来たかな、3744。どれやどれや、あれ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 ですね。森岡さんですか？はい、そうです、はい、お願いします。今年の4月ぐらいから復帰したんですよね。そうなんですね。もともとちょっと別のところに10軒ぐらいあったんですけども、はい、なんかいっぺん全部閉じちゃって、
その屋台の歴史みたいなのを今日調べたら、い結構いろいろあったんだなと思って、屋台を出すのにその歩道を占拠して歩道に出してたから道路交通法上その違法だっていうのであそこはまるっきりダメになってこの歩道を占拠するわけですから専用許可を出してちゃんと出してで屋台の大きさもなんか前は個人個人ミラー大きさが違ったみたいなもう規格を決めて大きかったらダメだと。はい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 。入札制度のような形になって昔からのいわゆる屋台を引いてきて立て付けてラーメンとかおでんとかばっかりじゃなくて最近は外人さんがやってるんですか？イタリアンとかそうなんですか？フレンチとかワインのだけを専門で出してるそうなんですか？なんか変わったのがいろいろあるみたいです。面白いですね。本当だ。ありますね。一番の繁華街ですから、歩道なんかももうデパート群がずらーっとありますから、屋台はやっぱり6時ぐらいから出しますけども、やっぱり9時10時まで人通りが多いですからね。あともうラーメン屋街だ。この辺が長浜。長浜とか書いてる。もともとはこの信号から左側へずらーっとあったんですよ。こういう右側のお店なんかももともと長浜屋台ラーメンっていうのれん出してましたから、屋台から始めてあれでしょうね、金貯めて店舗を構えたんですよね。みんなそういう感じですよね。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあやっと念願の屋台にやってまいりました。さあやってまいりました。これですね、屋台。この辺に屋台が復活したということでね、聞いております。すごい。ありがとうございます。これ最近復活したんですか？そうです、6月。ちょっと全体見てから。ぜひよかったらお願いします。ありがとうございます。すごい、メンタ中毒とか書いてる。めっちゃ賑わってるな。すごいすごい。でこの屋台っていうのがね、本当はもともと全国にあったんですよ。で全国にあったのが、その戦後ですよ。戦後そのなんていうんですか、未亡人の方とかが始めて単身赴任とか来てる人たちにご飯をこう提供するみたいな感じで屋台が始まったんですよ。でもやっぱ衛生的なことだったりとか不法に出してるところが問題になってもう全国的に撤去されたんですけど、福岡の方はなかなかこう、反抗してというかしぶとく出し続けた結果、この辺だけはその屋台が残ったと。もうそれも問題になってたんですけど、最終的にはこれ観光としていいんじゃないかみたいな風になって、それでもいろいろ撤去するやしないやみたいな話もあったんですけど、最終的に今の福岡の市長がですね、いやこれは残すべきだみたいな話になって、ちゃんと市の条例として屋台を出すような形になったということですね。いやこれは学びですね。何でもね、もうすぐに叩かれたらやめてしまう、そういった人多いと思います。でもそこをしぶとく強くやることによってこうやって素晴らしい形として残る可能性もあると。まさに旅は自己同士ですね。ちょっとね話はずれてるところもあるかもしれないですけど、そういうことでしょう。どこにしようかな。なんか賑わってるところにやっぱ行きたくなるな。どこがいいんやろ。難しい。ここは何はラーメンとか。ここは何が売りなんですか？ここはこちらですね、明太とろろ鍋とかは有名なジップとかカジュアルとかにも取材されたり、福岡で初の明太子の専門の屋台なんですよ。そう面白いですね。どこの店入るか悩んでます。正直長浜屋台が全部おすすめなんです。全部おすすめなんですか？全部回らないといけないぐらい。いやほんとそんぐらい美味しいです。じゃあここから行こうか。いいですか？おすすめを一ついただきます。ありがとうございます。一つずつと食べます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんな感じですね。なんか北九州はね、お酒を提供しないということでしたけども、ここはちゃんとお酒も提供してますね。
で今回は一つだけ、食べたいと思いますけど、明太焼きナスのポン酢だけをいただきます。うまそう。やっぱ屋台なので生ものが提供できますね。危なかった。明日は休みやったって。すごいですね、明太子が。あ、でも全部回ろうかなと思ってるんで。全部回る。一応一個まあ閉まってしまうところもあるかもしれないですけど。一応ね。隣は中国人の子が上五島もやっぱ飯うまいですか？ああ、楽しみですね。ああ、隣も行きましょうかね。立て続けに。あ、ここいいですか？はい。どこでもいい。牛の角煮とかめっちゃ美味しいんですよ。あ、じゃあそれはい。若干中華っぽいんで、なんかちょっと台湾とかそういう系の味ですね。どんどん行きたいと思います。まだやってますか？やってます。いいですか？ありがとうございます。名前なん？モーリーチャンネルっていう。いや、知ってるモーリーチャンネル。キララが見よう。見よう。モーリーチャンネル。もぐりチャンネル。モーリーです。モーリーチャンネル。いや、わかります？いや、知ってほしいです。娘さんがそんな若い子を見てるんか。モーリー最後。いや、知らないよ。ミキゴールドでソーダ割りで。すごっ。いや、うちの人。本当ですか？いや、本当に知ってるんですか？僕じゃない人じゃないですか？本当に僕ですか？モーリー。いや、もう何人かいるんでね。その旅じゃない人とか。いや、普通に。人、長浜ラーメン。あ、急いでる人がすぐ食べれるよみたいな。なるほど。そういうの多いんですね。寮に出て帰ってきて朝方に食べるラーメンなんですね。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録お願いします。お願いします。ラーメン屋さんのテンションで行きましたね。いや、そうです。建築、いや、僕旅してたら、まあ、いろんなその新規開業のホテルさんとか、まあ、いろいろ話するじゃないですか。やっぱ人手が足りてないと。その建築の。なんで人手が足りんかっていうの？みんなそっちに行くよ。そうですね。僕なんかもう全く真逆のね働き方してるから。ラーメン食わないか。もうベラベラ話さんで。日本のインフラが終わってしまった。いや、そうです。片面で食わんと意味がないけん、博多は。いただきます。博多のラーメンを食わせんといかん。どっから来てるんですか？東京ですか、やっぱり。そうなんですよ。食べようと。うまい。細麺でうまっ。うまい。聞いていいかわかんないですけど、こう屋台とか出すのって、そのなんか市に家賃みたいなの払うんですか？家賃的なものはあります。警察と、市にお支払いします。へえ。ヒトラとキララ見てますか？お願いしますよ。本当に見てるんか？本当に知ってるって。娘さんはおいくつなんですか？11歳です。11歳の人が森チャンネル見る？いや、本当見えてる。本当っすか？一緒じゃないけど。本当っすか？すごいな。いや、嬉しいですよ。めちゃくちゃレアですよ、そんな。幅広くなってきましたね、僕のチャンネルも。まだ。言ってよ。はい、オッケー。これが。おい、お釣りなんとか。お釣りよ。取っとけ。この令和に。かっこええな。人間はこんな
肩すげえな。男気っすね。ちょっと俺小遣いちょうだいよ。もうこれ多分これからどこ支払う時もそれやらなあかんですよ。口座番号送っとくよ。乗っとこよ。さっき気前良かったのに。何回言うんや。楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさありがとうございました。ありがとうございます。愛しとうと。今はなんかああやってちゃんと水道もあるんですね。そうですそうです。市長が。そうです、市長がしっかり説明を整えて、しっかり観光資源になるように。なるほどなるほど、はい、素晴らしいですね。はい。すごいこうやって撤収していくんですね。最終的にはもう元の道路のものになると。そうですね。はい。この水道だけは残るんですか。残ります。水道というか蛇口が。蛇口があるんか。元が。はいはいはい。いやー美味しかったですね。撤収していってる。今1時16分なんですけど、1時にね閉店ということで撤収していってますね。これが本当に道路だけになるんですね。逆にそれも見てみたいぐらいなんですけど、ちゃんとこうやってガスとかも持って行って、あそこに蛇口があるんですね。もう向こうも撤収してますね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございました。よかったです。ありがとうございます。3軒回ったんで満足ですね。美味しかった。さあそれではタクシー呼んで帰りますかね。はい、4分後に行きますね。ここまでね2000円いくらかけて来るのはどうなんだろうと思ったんですけど、いや楽しかったですね。結果的に素晴らしい時間を過ごせることになってよかったです。先生ありがとうございます。やべえ、朝食10時までやめ、もう9時53分や。なんでいつもこんなことなんねん。いやほんと朝弱すぎなんですよね。なんとかギリギリ間に合いました。間に合ってんのかそれすらも分かんないですけど、これは福岡の近県で採れた野菜をお楽しみくださいということで、ドレッシングもねほんといろいろな種類あります。中華ドレッシング、イタリアンドレッシング、青じそドレッシング、オニオンドレッシング、梅ドレッシング、柚子ドレッシング、ビネギクトドレッシング、明太子ドレッシング、早口言葉のようにされます。ということで、そしてグラノーラ系もありますね。ちょっと一つ一つはもう説明しないです。はい、これワッフルですね。これが平野の卵、福岡の筑前町の緑あふれる農場平野養鶏場で作ったものなんですね。魚系とかね、フライドポテト、ベーコンもあります。ソーセージもありますね。そしてロースハム、スモークハム、カマンベールチーズ、そして上級味噌ですね。これ上級味噌。福岡最大の繁華街天神で江戸から続く老舗メーカーですね。それで作れるお味噌汁、明太子ですね。筑前煮、酢もつ、こっちは湯豆腐でこっちは水炊き。水炊きも食べれちゃうんですね。こっちがラーメンで、昨日夜食べたんでさすがに朝はラーメン食べないですけど、ラーメンもありますね。ご飯とかおかゆ、栗とさつまいもご飯、これは季節ものですかね。あとホテル特製カレーで、こちらがフルーツですね。これも嬉しいですね。パイナップル、フルーツサラダ、ライチ、グレープフルーツ、ヨーグルト、何これ、ビルヒャーミューズリ、みかん、こちらパンもあります。オムレツ、はい、お願いします。全部入りでお願いします。チーズ以外全部入りでお願いします。はい、チーズ入れないことでダイエットします。ありがとうございます。はい、こんな感じで取ってきました。明太子とチキン南蛮ですね。宮崎ですけどチキン南蛮もありました。そしてオムレツ、フルーツ、水炊き、サラダ、そしてアセロラジュース、リンゴジュース。それではいただきます。昨日はちょっと飲みすぎたんです。今日はねちょっと雨っぽいですね。でも飲み歩きの時はね別に雨でも僕はいいと思ってるんで、今日もランチとあと夜何軒か回るみたいな感じにしようかなと思います。朝一発明太子をやりたいと思います。うまっ。しまった、ご飯忘れてた。ご飯いるなこれ。ちょっと
昨日食べ過ぎたからご飯やめとこうと思って明太子だけ取ったけど、ちょっと無理ゲーっすね。あと水炊きね、もうここでいいんじゃないみたいな感じになるみたいです。いや、1回の旅でね、福岡、博多の名物を全部食べ尽くすっていうのはまず無理ですね。だから水炊きをもしくはやらなかったとしても、もつ鍋とかもありますしね、もうほんと幅広い。今のところ何食べたんや、明太子食べた、それだけか。ラーメン食ってないか、全然食うてへんやん。あとアジフライね。今日はちょっとやっぱ福岡名物攻めたいですね。あと鯛茶漬けもちょっとランチ行きたいなと思ってます。鯛飯って愛媛ちゃうんけみたいな感じで思うかもしれないですけど、実はこっちも糸島の方でね、鯛がめちゃくちゃ取れるみたいです。知らないこといっぱいですね。水炊きうめえ。で明太子にもね、この明太子、オムレツって言ったつもりで明太子にもって言ったから、オムレツにも明太子入れたっていうのを言いたかったんですけど、もしかしたら明太子にもオムレツを入れたって言いそうになりますし、こんな状態でみたいなですね。こんなでかい明太子の中にオムレツ入ってるみたいな、意外といけるんかな。このパンとかにね、明太子挟んだら明太子食べ放題なんで、明太子挟んで明太子のパンとしても食べれますね。それでね、お昼ご飯に向かいたいと思いまして、割烹吉田にタクシーで向かいたいと思います。歩いてもいいんですけど20何分かかるんでね、分刻みでね時間大事にしてるんでタクシーで行きます。タクシーだと1000円ぐらいですね。アプリ便利やな。皆さんも登録してくださいね。なんか裏側に来てるっぽいな。しまったな、なんか位置情報が微妙にずれてて、タクシーが全然違うところにいる。急いで行きます。なんでやねん。なぜか離れていった。今こっちに向かってきてますね。ちょっとずつこうどこにいるかも分かるんでね。来ました来ました。すいません、ちょっと頭打たないように。ありがとうございます。はい、こちらやってまいりました。割烹吉田、鯛めしで有名って言ってるけど、定休日？あ、じゃあ分かった、休みちゃうやん。紛らわしいな。なんか空いてる雰囲気もなかったから。こんな個室で食べれます。こんな感じのメニューになってますね。鯛茶漬け1650円からありますね。 1.5 倍とか2倍とかあるけど、もう普通に行きましょう。で他にもねコースもあって、なんかスペシャルランチコースだと4950円でいろいろついてますが、ここは僕はもう普通に行きます。はい、吉田名物鯛茶来ましたね。でこれ食べ方がねちょっといろいろあるみたいで、まずはですね、ご飯があるんですけど、ご飯を入れずにもうこのままこれをね刺身として食べてほしい。ここの鯛茶漬けの売りはもう本当にそういう鯛をさばきたての状態で出して、なんかつけたりとかしてない。それでその後ですね、ご飯をここに入れて、ご飯の上に鯛を乗せて、そこにお茶をかけると。だしとかじゃなくてお茶をかけて食べるスタイルのようですね。楽しみですね。鯛だしっていうのをねもらいました。これもちょっとかき混ぜて飲んでみたいと思います。はい、それではね、まずこの鯛だしねちょっと混ぜていただきたいと思います。うまっ。胃がなんかこう活性化されますね。ちょっと朝食結構食べたんでね、あんまお腹空いてないかもと思ったけど、これ飲むとめちゃめちゃ胃が活性化する。やばいな、これ一杯で足りるんだ。そしたらそのまままず鯛そのまんまをねそのまま刺身としていただきます。厳選してますね。これはうまい。いよいよご飯にのせていきたいと思います。すげえな、福岡半端ない。贅沢に持っていきます。はい、まずはお茶をかけずにこのままいただきます。これはうまいな。1.5 倍とか2倍とか誰が食うねんとか思ったけど、これ2倍いるわ。すぐなくなる。いや、鯛がねもう新鮮なんがめっちゃわかる。ごまかし一切なしっすね。鯛のこの歯ごたえがしっかり出てプリプリで、福岡の人ってなんかその刺身とかも結構その歯ごたえを望む人が多いっていうのはね、なんか調べてて書いてある。まあ本当にその感じですね。優しい。あれこれは何倍でも食べれる。何が
何が朝食でね腹いっぱいになったら全然食べれる。うまいもんはいつでも食べれますね。じゃあお茶かけましょうかね。それではね、鯛茶漬けにしました。うまそう。これはこれでうまい。めっちゃうまい。わさびもいい感じに効いててうまい。個人的にはなんか茶漬けにする前の方がめちゃくちゃなんかこのお店らしいインパクトって感じですけど、これはこれ本当うまい。急いで食べすぎて気管に入った。完全に老化ですね。すぐ気管に入る。急いでもねろくなことないぞってこのお店が伝えてくれてるんですね。そんなこともね教えてくれるんですね。この福岡の旅はまさにね旅は自己投資ということですね。お持ち帰りもできるみたいですね。商店街も賑わってますね。今日月曜日で平日ですからね、若干の昭和感もあっていい感じですね。福岡のお土産といえば博多通りもんですね。これは欠かせない。キャナルシティ、これも福岡来たら行っておかないといけないみたいな。詳細は映さないですけど、まあキャナルシティというのがあるっていうことをね紹介しておきます。これはキャナルシティですね。こんな感じになってます。もう本当に中洲の横がキャナルシティになってます。で後ろの方には神社とかもあるんですね。ところどころにこういう神社みたいなのがありますね。素晴らしいですね。これがキャナルシティだ。もはやもうキャナルシティって言いたいだけみたいになってるけどな。ハワイのアラモアナショッピングセンターを思わせるようなね、もう全然違うけど、このキャナルシティから中洲が見えてますね。昨日行きましたね、あの辺り。はい、それではねちょっとお昼ご飯一軒だけにしようと思ってたんですけど、さっきのね鯛飯食べるとめちゃくちゃ食欲が増してきて、ちょっともう一軒行けんじゃないかなみたいな感じで、今2時半ぐらいなんですけど、まだねギリギリ空いてそうなお店、昨日行ったお店に紹介された煮魚が美味しい Google 評価も 4.5 とかあったのかな、そのお店行きたいと思います。もうこの辺だと思うんですけどね、やってたらいいのにな。ここや、食堂煮魚少年、これです。ここちょっと行きたいなと思う。本日の煮魚みたいな感じで選べるんですね。醤油煮込みとか全部一応仕上げのどれ選んだらいい。骨もちゃんと処理してくれてるんですね。俺全部一押しとおすすめ今が旬とかって言っても全部おすすめしたりって、これモンゴリチャンネルと全く一緒やんけど全部おすすめやもんな。わかるわ。僕のチャンネルの動画もね全部これつけたい、今が旬人気一押しってつけたくなる。わかります。これが人気ナンバーワンメニューなんですね。サバ醤油&味噌煮込み、これの単品とビールにしました。魚のいろいろということいろいろ書いてますね。当店のサバの煮込みをぜひ食べてみてくださいと。うまそう。ビールきたー。うわー、これはうまそうですね。楽しみです。ビールを頼んだんですけど日本酒の方が合うようでした。まあでもいいでしょう。さあサバの醤油からいただきましょう。骨ゼロやから多分カロリーもゼロです。これはおやつ代わりも食べれるな。だしもめちゃくちゃうまい。次ちょっと味噌いただきます。味噌煮ね。これはやばい。煮魚少年になってまうな。これ少年のように食べてしまう。
さすがね2日間煮込んだだけありますね。トロみたいになってる。もうだしもうまいし、そりゃメニューね全部一押しとかおすすめになるわ。しょうがない。モーリーチャンネルレベルのクオリティですね。それはちょっと失礼か。勢いよく飲もうとしたらこぼれて YouTuber 失格っすね。これがやりたかった。こぼれたやんけ。もしご飯あったらご飯多分3倍おかわりしてたな。それぐらいうまい。ごちそうさまでした。いやー美味しかったですね。いやまあ今度はねサバ食べてちょっとこう、お口直ししたいってやつ、スイーツ食べに行きたくなりましたね。こうやってどんどん福岡という街はね僕を太らせていくのか恐ろしい街です。でね近くにこう日本一カステラがうまかったみたいな感じのレビューが多いねお店があったんで行ってみたいと思います。これ穴場なんじゃないかな。地元では有名かもしれないですけどね、行ってみたいと思います。はい、やってまいりました。この福岡じゃない福島菓子、福岡でも何回言うね、福島菓子舗パティスリー福島、やってみました。こうカステラがねめちゃくちゃ美味しいらしくて、もうお客さんが次から次と入ってるんで、ちょっとどのタイミングで入るかっていうのはすごい考えてるんですけど、クリスマスケーキも今日まで予約できますって言っても動画出てる頃にはもう終わってますけどね。これが人気なんですか？長くやってますね、カステラは。これがめちゃ美味しかったっていう口コミを結構見てきたんですけど。ここから来てます。すごい。はい、それではね今からカステラいただきたいと思います。ちょっと小ぶりですけどこんな絶賛されていたカステラ初めてですからね。長崎じゃないですからね、ここ福岡で福島っていうねちょっとややこしい感じですけど、いただきます。後味がやっぱいいな。そしてザラメがうまっ。これは美味しいわ。超正統派ですよ。超正統派のカステラなんですけどまっすぐにうまい。野球でいうと165キロの球みたいなそんな感じですね。ドストレートですけどまっすぐにうまい。これ10個ぐらい上がっとけばよかったな。そういうの多いな福岡の旅は。瞬間感触。ちょっとねホテルのネットが重すぎて仕事にならないんで近くのコワーキングスペースまで来ました。でかでかと営業中ってなってますけど、ここかな、ちんぷんかんぷん、ね、いやこれホテルやん。あれ違うまさにちんぷんかんぷんや。どこにあるんかちんぷんかんぷんや。焼き鳥がうまい店で何店舗かあるんですけど、そのちんぷんかんぷんの離れがこの辺りにオープンしてるそうで、あれないやん。あれどこ無念です。道一筋間違えてました。僕の頭がちんぷんかんぷんでした。さあこっち側ですかね。この辺に水炊き料亭で水炊きも考えたんですけどね、ちょっとねあんまりもつ鍋とかなんか水炊きのモードじゃないですね。ちょっと今日あったかいしな。ただ焼き鳥食べたらまたこう水炊き食べたいみたいな空気になるかもしれません。どこにあるんや。本当にあんのこんなとこに。どこ？また筋違い？いやこの辺やな。あっち側？場所を探すのをちんぷんかんぷんっていう意味でちんぷんかんぷんにしてるんかな。ちょっとやばい。やっぱここやな。この辺っぽいな。Google マップはもうこの辺なんですけど、同じように迷ってる人がいる気がする。いやここやな。この辺や。ローソンの横や。ちょっと電話してみるか。すいません、ちょっと今から行きたいと思ってるんですけど、ちょっと場所が分からなくて。これか、ここですか。真っ暗のビルですかね。分かりました。行きます。
これはすごいわ。これは見つからん。これぞまさにちんぷんかんぷんやな。すごい。ハテナブロックというかハテナの床。しかもなんかこう鍵がかかってるからどうやって入るんや。隠し扉みたいになってる。すげえ、これ何？これは見つけられんな。これは驚きや。これですね、離れ。すみません、本日はご来店ありがとうございます。この離れはね、まだオープンして1ヶ月ぐらいしか経ってないみたいです。これは面白い。こんな隠し扉に隠し引き出し、上の方もなんか隠し扉みたいになってる。お酒もたくさんありますね。ただか65来ました。入れ物もいいな。うわ、これもすごいな。このお通しの鬼おろしはおかわり自由だそうです。本日の限定串ですね。だから結構レアなやつを頼みました。ポテトサラダ、明太子の菊姫酒かす漬けっていうのと、おだしで炊いた卵焼き頼みました。でストーリーでね、本日の串が出るんですね。考えてるな。戦略っすね、これも。こうやってストーリーを見させる。鶏はやっぱり宮崎産になるんですね。宮崎うまいもんな。これではいただきたいと思います。うまいな。キレがあるのにフルーティーな感じやな。もうお通しね。これもシャキシャキでうまい。お通し、これが食べ放題。ポテトサラダですね。ポテトサラダの味で店の味が決まるみたいなね、よく言いますけど。結構クリームチーズが効いてる感じがする。面白いアプローチやな。酒が進む。明太子の菊姫酒かす漬け。明太子いただきます。酒かす漬けってどんな味が変わるの？さらにお酒に合う感じになってる。なんかこの店ほんと一つ一つがね、戦略的ですよね。味はもちろん美味しいんですけど、ああいう入り口のこととかね、こういう隠し要素だったりとか、お客さんを喜ばせる要素がね、めちゃくちゃ洗練されてる。で入り口あんな風にね、なんかもうどこにあるかわからんみたいな感じでした。普通はね、マイナスに取られると思うんですけど、逆にこれが俺だけが知ってる店で教えたろかみたいな感じの要素を生み出し、この SNS 時代に広まりやすい。分かってるな。お出汁で炊いた卵焼き、うまそう。じゃあおすすめのね、お出汁で炊いた卵焼き。優しい。俺以上に優しい。ソリという焼きときましょう。しまった。今新しいお酒頼んでて今お酒ないわ。やべ。福岡で作ってて1箇所でしか買えない博多自慢ですね。酒は飲め飲めと黒田節でおなじみの博多は酒どころです。ピリッとしますね。料理に合う味。はい、こちら抱き身ですね。いや、これ鶏うまっ。美味しいです。これ串美味しいですね。はい。どっちも美味しいとこですね。宮崎も鹿児島も行きましたね。どっちも確かに鶏うまかった。福岡にいてもその高品質な鶏が楽しめるんですね。半端ないですね、福岡。しかも安い。これ神戸で食べたら倍しますわ。神戸の人に怒られるけど。ささみの一夜干しですね。ささみの一夜干し。
酒進むな。振り袖。淡白な感じなんですけど、しっかりと味は主張されてる。こちら柏ですね。すねのお肉だようです。背肝ですね。背中の肝。これもうまい。食べたことがない。こちらジャンボしいたけですね。大分のしいたけやっぱ出てきたな。歯応えがすごい。もはや肉。福岡産の舞茸。福岡で舞茸作ってるんですね。うまっ。エビしそ巻き。なくなったわ。その名前やなって思って。三井久志なんです。はいはい。ミッチーよ。スリーポイント。裏面。すごいキリッとしてて美味しいです。スリーポイント決めます。3杯目、まさにスリーポイント。これは後味が独特。キレがめちゃくちゃいい。これは特にキレがいい。よく見たら大辛口って書いてるな。ミッチーも辛口だったもんな。ハツ頼んだ方がいいですか？めっちゃ美味しい。絶対ダメです。プリプリです。プリプリですか？今までの初は何だったんだ。マジですか？じゃあ頼もう。これが売りのハツですね。食べる前からうまそう。これはすごいわ。今までのハツは何だったんだろうって隣の人が言ってたんですけど、ほんとそうっす。めっちゃハツうまいっす。危うく食べ忘れるとこやった。めっちゃ皮です。パリパリ。砂すり。すすり。じゃあほうじ茶チーズケーキ。塩をつけて食べる。塩。おはようございます。今で9時45分ぐらいなんですけども、もう一生の不覚ですわ。昨日ね2軒目行こうと思って、ちょっと雨降ってたんでホテル戻って次の店考えようと思って考えてたら朝まで寝ちゃってました。無念すぎる。廊下ですね。皆さんもそういうことありますよね。というわけでですね、逆にめちゃくちゃ寝てもう体力全回復なんで、今日はね福岡最後にしてまた次の場所に向かいたいと思います。じゃあとりあえず朝食行きます。昨日は水炊きだったのがもつ鍋に変わってますね。あとはそこまでスープが変わってるぐらいか。はい、今日はこんな感じで、今日もヘルシーな感じ。ソフトクリーム取っちゃいましたが、また鬼怒川温泉ホテルみたいになっちゃいました。お願いします。いただきます。で、僕出ます。はい、それではね、ホテルでゆっくり仕事をしながら過ごしまして、ちょっとお腹空いてきたんで帰る前にもつ鍋食べて、帰りたいと思います。この近くにねちょっと評価良さそうなところがあるんで、そこに行きたいと思います。もつ鍋は食べとかないとね。いや、それにしてもね全部食べきれないですね。何度も来ないといけない、そんな場所ですね。この辺りに僕の行きたいもつ鍋屋さんがあると思うんですが、ここもまだなんか隠れたりしてるとこなのかな。このマンションでは間違いなさそうですね。あ、これかな。あ、閉まってるな。
準備中っすね。無念です。駅の中にある良さそうな店行きます。この中にありそうなんで行ってみたいと思います。切って地下1階ですね。なんかいろんな店がありますね。これは楽しそう。寿司酒場とかもあるし、もつ鍋、ホルモンとかも、天神ホルモンっていうか、今日火曜日の真っ昼間やのにめっちゃ飲んでる人いるじゃないですか。ここですね、もつ酒場。あれあんまりいないな。めっちゃ高評価やからここ行こうと思ったんですけど。こんな感じですね。飲みましょう飲みましょう。これ外国人向けメニューやの。日本語メニューもちゃんとあった。もつ鍋1人前。頼めそうやな。なんかめっちゃ評価高いからもう絶対並ぶやろなと思ったらまさかのガラガラでちょっと心配ですけどね。時間がね今2時半なんで、2時半からもつ鍋食べる人いないかなと思うんですけど、他の店で入ってる店もあったんで、たまたまかもしれないですけどね。いや、あとね、なんかレビューキャンペーンとかで無理やり高評価なコメントを書かせるお店かなとか思ったけど、それもなさそうなんですよね。別にやっぱ本当に純粋に評価が高いみたいな感じなんで楽しみですね。はい、それではね、真っ昼間から水神ソーダいただきます。いやー、ちょっと心配やな。レビュー買ってる疑惑ありますね。都会は怖いな、YouTube もありますからね。チャンネル登録者を買うとか再生数を買うとかね、あるんですけど、私は一切そういうことはやっておりません。しっかり見極めたいと思います。そう、来ましたね。うまそう、うまそうだけどまだ僕しかいません。うまそう。じゃあいただきます。うまそうやけどな。普通に美味しいやん。もつも柔らかくてうまい。でもちょっと硬いもつもあるな。いい店やったらもっと柔らかくてもいいかも。博多栗もつ串っていうのもってました。これも面白い味やな。すみません、土平日火曜日の2時51分です。ありがとうございます。はい、正直ね、先ほどの店、美味しかったんですけど 4.7 の評価の美味しさではなかったですね。 4.0 から 4.1 ぐらいって感じで、だから普通におすすめなんですけど、なんか多分レビュー買ってるかなみたいな感じですね。そういうのね、あまり僕好きじゃないんで、でも美味しかったですね。はい、ちょっともつ鍋食べ比べしようと思ったんですけど、なんかどこもちょっとね、レビュー怪しい感じで、もう寿司食べて帰りたいと思います。やっぱ海鮮がね、魚介系うまいって聞いてるんで、それ食べて帰りたいと思います。寿司酒場サシスというところ、ここは Google 評価 4.0 ですけど、ここは嘘ついてない感じなんで、こんな感じのメニューになってますね。あんまり食べ過ぎるだれなんで、売りだけ食べたいと思います。山の寿を頼みました。福岡のお酒ですね。白身三昧とブルースリーという青物が3つ揃ったセットを頼みました。福岡ではサバが生で食べられるんで、サバいただきます。そううまっ。いや、これ食べずに帰るところやった。多分ね、やっぱ寿司最高っすね。さあ、駅まで戻ってきました。いやー、思えばね、本当にグルメ満喫しました。これでもね、まだまだ、いや、そこ行ってへんやんけみたいなね、あると思うんですけど、いや、僕はもう十分です。そして
今回ねダイナースクラブさんのご提供でいつもお世話になっている動画編集者に食事をプレゼントができたことも非常に良かったです。めっちゃお得なんでね、うまくねそういうクレジットカードね活用していただければと思います。おすすめです。はい、それではね、次の旅先を発表する前にですね、このダイナースクラブカードのポイントを4つ説明させてください。で、まず1つ目がですね、やっぱステータス性というところで、ダイナースクラブカードっていうのは1950年にアメリカで誕生した世界最初のクレジットカードブランドなんですね。ステータスが高く誰でも持てるわけではないんですよ。だから持ってるだけでも価値があるということですね。そしてポイント2なんですけども、エグゼクティブダイニング。2名以上で所定のコース料理を利用いただくと、1名のコース料金が無料になるということで、これはねどんどん活用していきたいですね。年会費がね本会員24,200円と高いんですが、エグゼクティブダイニングを年2回程度利用するだけでね元が取れるっていうところがね素晴らしいカードだと思います。そしてポイント3つ目がですね、他にもね空港ラウンジ利用だったりとかホテルの優待など旅行系のサービスも充実しているということですね。そしてポイント4つ目なんですけども、これは言ってなかったんですが、ポイント制度もありまして、有効期限のないポイントシステムがありまして、そのポイントは好きなタイミングで利用でき、100円で1ポイントが貯まるんですね。そして1000ポイント単位で ANA マイルにね交換可能なんで、旅行に生かすことができるということですね。いや本当におすすめのカードなんで、ぜひご検討ください。詳しくは概要欄へ。それではね、胃袋が活性化されたので次の旅に向かいたいと思います。もうそのままね神戸に帰ろうかと思ったんですけど、せっかく新幹線で来てるんで途中下車して僕の大好きな下関ですね、そこを飲み歩きして帰りたいと思います。そちらの模様はまた別動画でチャンネル登録してお待ちください。では行ってきます。いかがでしたでしょうか。福岡博多はただグルメが素晴らしいと思っていましたが、ここまで歴史的にも地理的にもグルメが魅力になる理由があったとは本当に驚きました。一度では味わい尽くせないグルメ旅、一つ一つ自分のペースで自分なりにアレンジしつつ楽しむような大人の穴場旅行として強くおすすめです。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このようなグルメ旅の動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様の高評価とコメントをお願いいたします。メンバーシップで応援いただける方も募集しております。非公開動画やこの動画の裏話など限定動画もアップいたします。お待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットも2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。